はい。これ、皆さん何か知ってますか？似たような船がたくさんありますね。なんでこんなにお店の中に入っちゃうんだろう。皆さん、こんにちは。次郎です。本日もポッドキャストを見に来てくださり、聞きに来てくださり、ありがとうございます。ということで、本日もよろしくお願いいたします。はい。皆さんは今日どんな一日をお過ごしになられたでしょうか？僕はですね、疲れました。疲れました。今日実は休日なんですよ。で、休日って普通は疲れることないじゃないですか。ただ今日は疲れましたね。今日は何も予定なかったんですけど、朝起きてまず最初にジムに筋トレしに行きました。で、筋トレから家に帰ってきて、5時間ぐらいパソコンをいじっちゃったんですよ。僕こう見えてパソコンいじるの大好きなんですよ。で、パソコンを、4時間とか5時間いじっていて、でパソコンにのめり込んでしまったんですよね。で、気づいたらもう夜の6時半です。はい。せっかくの休日なのに疲れてしまいました。はい。で、今僕のこのカーテンを見ていただいたらわかると思うんですけど、明るいですよね。で、6時半にしては明るいですよね。朝の6時半じゃなくて、今夜の6時半ですからね。はい。今日本は夏に向かっていってる最中なので、日照時間が日に日に長くなっていってます。はい。日本は皆さんご存知の通り、北半球に属している国です。なので、今日本はこれから夏になります。はい、わかりますか？皆さんの住んでいる国々はどこの場所に属していますでしょうか？南半球か北半球、皆さんの国はどちらに属していますか？せっかく今こうやって Google Earth を見ているということなので、ちょっと周りの国々を見てみますか？はい。これが日本ですね。そしてこのように地図を縮小していくと見えます。他の国々が。はい。ここら辺に赤道があるんで、赤道から上側が北半球ですよね。で、赤道から南側が南半球ですよね。で、南半球にはどのような国々がありますか？ちょっと見てみましょう。はい。日本の真下にあるこちらがオーストラリアです。オーストラリアの東側にはニュージーランドがあります。で、これらの国々は赤道よりも下側にあるんで、南半球に位置している国々ということになります。で、ここら辺のインドネシアとかって南半球と北半球のどちらに属してるんでしょうか？確か赤道がここら辺を通ってたと思うんですよね。僕、昔インドネシアに行ったことがあるんですけど、どこに赤道が通っていったかは忘れてしまいました。後でちゃんと確認しておきますね。で、もうちょっと西側の国々も見てみましょう。ここにインドがあって、で、ここが中東の地域ですよね。で、はい、来ました。アフリカです。アフリカの多分ここら辺を赤道が通ってるんじゃないかな。アフリカの中でも北側に位置しているエジプトだったり、
あとはモロッコだったりという国々は北半球に位置していると思います。ただ、南アフリカとか南側に位置している国々は多分南半球にあるよね。それではもっと西側を見てみましょう。はい。今見えているのが南アメリカです。で、南アメリカの国々はたくさんの国々が南半球に位置していると思います。もちろんこのブラジルもアルゼンチンもチリも南半球にありますよね。はい。今ちょうど地球を一周しましたけれど、皆さんの国は南半球と北半球どちらに属していますでしょうか。ぜひコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。じゃあ、最初のオープニングでいた位置に戻りましょうか。ここが東京ですよね。で、最初にいたのがこのレインボーブリッジの周辺でした。はい。今、このようにして東京の全貌が見えています。で、皆さんは東京と言ったらどこを想像しますか？東京ってすごい広い都市ですよね。ただ、東京ってすごい広い都市なだけあって、皆さん想像される東京って違うんですよ。ある人は、このお台場のこのガンダムを想像するかもしれませんし、ある人は東京のこの東京タワーを想像するかもしれません。ただ、人によって想像するものって違いますよね。皆さんは東京のすぐ近くにとても大きな都市があるのをご存知でしょうか？知ってますか？じゃあまず日本の全体像についておさらいしましょうか。え日本の一番、北にある都道府県がこの北海道でした。で、南にある県は沖縄県ですよね。で、日本最大の都市、東京がここにあります。で、日本の2番目に大きい都市の大阪がここにあります。3番目に大きい都市の名古屋がここにあります。そしてよく見てみてください。東京のすぐ近くに横浜という都市があります。この横浜、結構大きい都市なんですよ。知っていますか？横浜。皆さん、横浜に来たことはありますか？もう少し近づいて見てみましょう。これが東京ですよね。東京の中心部がここにあります。で、東京の中心部は、この東京都という都道府県の中にあります。そして、横浜はここにあります。横浜は神奈川県の中にある都市です。前のポッドキャストで紹介した千葉県と神奈川県を結ぶアクアラインがこれです。だから、ちょうど東京と横浜の真ん中くらいにアクアラインがあることになります。さて、東京と横浜、どのくらい近いか皆さんご存知ですか？東京から横浜までは、何本か電車があります。で、だいたい30分ぐらいかかります。有名な電車は JR の東海道線と、東急電鉄という鉄道会社の東横線です。なんで、ほぼ東京
ですよね、横浜は位置的にも。すごい近いので、東京に来る機会があったら、横浜に行ってみるのもとてもいいと思います。さて、先ほど見た東京のレインボーブリッジがこれでした。で、東京駅がここにあります。ここから下にずーっと線路が走っているのが見えますよね。この線路は横浜に向かって走っている線路です。この先ずーっと下に行くと、横浜に着くことになります。さて、その様子を見てみますか。これが JR の線路になります。この線路をずっと南側に行くと横浜に着きます。ちょっとこれ操作するの難しいですね。はい。線路はこんな感じでずっとつながっています。ここで二手に分かれていますよね。この右側に行くのは、他の東京の都市に行く線路です。そして、こちらの左側の線路が横浜に向かっていきます。じゃあ、もっと追ってみましょう。この線路今すごいまっすぐですね。はい。今、ここに見えているのが、先ほど話した多摩川です。この左側に行くと、アクアラインがあります。ということで、もう東京から横浜までの道のりの半分に到達したことになります。もっと奥まで行ってみましょう。はい。ということで、横浜のエリアに到着しました。で、横浜駅がこれですね。これです。これが横浜駅です。横浜駅も本当に大きい駅です。見てください。このように周りに高い建物がたくさんありますよね。で、見てみるとわかるんですけど、えーここ周辺に高い建物が密集していることがわかるかと思います。で、東京にも高い建物がありました。ここですね。ここが東京です。東京にも高い建物がたくさんあるんですけど、こうやって横浜に来てみて、こうやって横浜に来て見るとわかるのですが、高い建物がここにも密集していることがわかります。はい。ということで、これが横浜駅なんですが、横浜駅周辺というよりも、ここの横浜駅よりも南側に高い建物が密集していたことが分かったかと思います。ほら、見てください。たくさん建物が建っていますよね。皆さん、興味湧いてきましたか？本日はここら辺のエリアについて、深掘ってみたいと思います。じゃあまずですね、横浜駅から南に向かって進んでみましょう。これが横浜駅です。そして南側を見てみると、はい、このように大きな高速道路が走っています。この高速道路も先ほどの、えー東海道線の線路と同様に左に行くと東京に向かいます。ここにそごうと書いてありますが、そごうはとても大きい日本のデパートです。横浜駅などの主要な大きな駅に併設されていることが多いデパートですね。
で、南側にこのようなマークの建物がありますが、これもデパートです。丸井というデパートです。で、この丸井も、そごうと同様、大きな駅に併設されていることが多いです。で、日本に来たことがある方なら、わかるかもしれないんですけど、この丸井は東京駅にもあります。外国人観光客の方だったら、日本のお土産をたくさん買える場所ですので、ぜひ立ち寄って何か買ってみてください。はい。じゃあ、ここから進んでいくと、ここに、えー片平川という川があります。で、片平川は、これはもうほぼ海と言ってもいいですね。縮小して見てみると、ここが海ですから、ほぼ海。ここは河口付近ということになります。で、歩行者だと、ここに見える道を通って、南側に行けます。はい。このように進むことができるんですが、ここに何か見えますよね。ここは道路じゃないのに、車が置いてあることがわかると思います。もう少しアップで見てみましょうか。はい。こうやって見ると、潰れてしまって、よくは見えないんですけど、ここに置いてある車、すべて日産という会社の車です。皆さんは日産という自動車メーカーを知っていますでしょうか？実はね、日産は、日本の有名な自動車メーカーの一つです。有名な車種で言うと、スカイラインや GTR といった、車種を発売している、メーカーになります。で、実は僕のおじいちゃんも日産の車に乗っています。日産は最近経営状況が悪いらしいんですが、実はこのビルは、その日産の本社です。ここに大きく日産って書いてありますよね。なので、このように日産の自動車が展示してあるわけです。で、実はこの道、一般の方々でも通れる道なんですよ。決して、日産の社員だけが歩ける道というわけではありません。えーこどんな人でもこの道を通って、日産本社のビルの中を通って、向こう側に行くことができます。はい。なので、ぜひ横浜に来て、南側に向かって歩きたいと思ったら、この道を通って日産のビルの中を見てみてください。実は、このビルの中にもたくさんの車が展示してあって、とても楽しい空間が広がっています。で、このように神奈川県の横浜というエリアは、東京ではないんですが、あらゆる企業の本社が集まる街でもあります。とても綺麗な街です。はい。そして、この人工島の左側に何があるかというと、ここに建築中の建物があります。この建築中の建物、K アリーナというコンサート会場で、とても大きなコンサート会場です。で、この Google Earth で、見ると、まだ建設中になっているのですが、実際はもう完成しています。完成しているので、もう、何組ものアーティストがここでコンサートをやりました。はい。
で、一時期ですね、あまり、道路が整備されていなくて、コンサート後に帰るのに2時間半もかかったっていうニュースが、日本では話題になりました。いや、コンサートで楽しい時間を過ごしたのに、2時間半もかけて駅に行かないといけないなんて地獄ですよね。そういったことが話題になった K アリーナなんですが、現在は、改善されているらしいです。こんな感じで、この横浜のエリアは、今もたくさんの建物が、建設途中です。ちょうど見てみると、この K アリーナの横にも建設中の建物がありますよね。で、このように見てみればわかるんですが、ここも建設中ですよね。で、ここら辺にあるビル群も比較的最近建ったものばかりなので、新しい建物が多いです。ここにソニーと書いてありますし、ここに富士フィルムと書いてあって、比較的有名な企業の名前が集まっています。皆さん、ソニーって知ってますか？いや、もしかしたらね、今はもうソニーっていう会社を知らない人がいるかもしれないですね。日本の家電メーカーって、たくさんあるんですよ。ソニーとか、東芝とか、富士通とか、日立とか、いろいろあるんですけど、最近は世界での知名度が下がってきています。なぜかというと、日本のメーカーよりも、優れた製品を作る、国のメーカーっていうのが、とても増えてきたからです。日本のメーカーは確かね、30年とか40年前までは、結構世界でも、人気のある製品を作っていたらしいです。で、僕も生まれる前のことなので、詳しいことはわからないですけど、最近はね、韓国のサムスンとか、LG とか、あと中国のシャオミとか、ファーウェイとかがとても有名な、メーカーですよね。で、ソニーは、最近はテレビも作ってますし、あとは映画を作ったりしてますね。あとはプレイステーションっていうゲーム機を作っているメーカーでもあります。で、富士フィルムは、今はね、主に確か医療機器を作っていた気がします。すみません、富士フィルムの富士フィルムの社員の方が見ていたら申し訳ありません。私はあまり富士フィルムに詳しくないのでこの程度の情報しか出せません。で、さっきですね、あの、LG っていう話をしたんですけども、実は LG のビルがここにあります。はい。韓国の超巨大メーカー LG のビルがここにあります。で、製品によっては、LG とソニーっていうのはライバル関係にあってもおかしくない会社ですよね。ただ、LG とソニーは日本だとこんなに近い位置にいます。はい。このソニーのビルの横にあるこのスペース、かなり大規模な工事してますけど、これから何ができるんですかね。あの、最新情報が入ったら、このチャンネルで、詳しくお伝えしようと思うので、ぜひチャンネル登録を忘れないうちにしていただけますと幸いです。はい。じゃあ、もう少しこちら側を見てみますか。はい。これが先ほど話した K アリーナでした。そして横浜にはガンダムはいないんですが、他のものがいます。お、これは何でしょうか？見えました？ここに何か見えますよね。皆さん、これが何か知っていますでしょうか？はい。もうちょっと寄ってみましょう。はい。これ、皆さん何か知ってますか？
いや、日本人だったら、誰でもわかると思うんだけど、日本人じゃなかったら、ちょっと難しいかもしれないです。はい。これが何かというと、アンパンマンです。はい。皆さん、アンパンマン知ってますかね？アンパンマンは、アンパンというパンでできた、子供のヒーローです。はい。このアンパンマン、あの、日本の子供たちに本当に人気なキャラクターなんですよ。で、顔がアンパンでできていて、お腹が空いて困っている人がいたら、自分のの一部をこうやって差し出すキャラクターなんですけど、はい。そんなアンパンマン、日本の子供たちに大人気なんですが、この施設はアンパンマンミュージアムと言いまして、アンパンマンのショーが見れる施設になります。ショーを見る以外にも、他にもやれることはたくさんあると思うんですけれど、僕は、中に入ったことがないので、そこまで詳しい情報が出せません。あ、でもただこんな感じで、キャラクターのパンが買えるんですね。わ、すごい可愛いですね。いや、しかも美味しそうですよね。なんか行ってみたくなりました。ただ、僕は自分の子供がいないので、行くとしたら、自分で一人で行くことになるんですけど、大人一人でこのミュージアムに入るのってできるんですかね？はい。大人だけで行ったら不審者だと思われそうですよね。はい。この写真を見たらわかりますけど、子供の姿が見受けられますよね。で、ここにアンパンマンチルドレンズミュージアムって書いてありますね。で、子供の姿がちらほらあります。で、この3人も多分家族ですよね。お父さん、お母さん、そしてここにいるのが子供だと思います。なんで、この写真を見る限りは、大人一人で来てる人はいませんよね。多分いないと思います。なんで、僕が一人でこのアンパンマンミュージアムに行くとしたら、相当高いハードルですよ。相当高いハードルを、越えなきゃいけないことになると思います。ただここ、外国人の観光客の方々はそこまで多いとは思わないんで、そうですね、興味があったら行ってみてください。あ、見てください。この写真見ると、子供がたくさんいることがわかりますよね。で、ベビーカーがこうやって並んでいます。今日も休日だったんで、おそらくたくさんの方がこのアンパンマンミュージアムに行ったと思います。何ですかこれ。面白い写真ですね。はい。ということで、この Google Earth の写真で見ると、このように潰れて見えてしまうんですけど、これはアンパンマンの大きな像でした。横浜にはこういったオフィスビルもたくさんあるんですけど、子供たちのための施設もありますし、K アリーナといったエンターテイメント施設もあります。はい。なかなか面白い街ですよね。東京よりも、エリアの大きさとしては小さいんですけど、たくさんの建物があります。それでは南に向かってどんどん進んでいきましょう。これも有名な企業ですよ。皆さん知ってますか？これは村田製作所という会社のオフィスビルです。村田製作所は、結構昔だと、iPhone の部品をたくさん作ってましたね。今はどうかはわからないです。そしてここにあるのは大学です。
神奈川ユニバーシティって書いてありますよね。神奈川ユニバーシティみなとみらいキャンパスと書いてあります。実はここ横浜のエリアなんですが、みなとみらいと呼ばれる地域でもあります。なのでこのようにキャンパス名がみなとみらいになっています。だいぶ小さなキャンパスですよね。ここで、大学生が日々勉強に励んでいるということです。で、神奈川大学はこのみなとみらいキャンパス以外にも、キャンパスを持っています。で、みなとみらいキャンパスは結構ね、新しいキャンパスだったと思います。はい。それでは、さらに南に進んでみると、はい。この低い建物は何でしょうか？ここまで見てきた建物って大体高めの、ビルだったんですけど、これは低いですね。これはですね、えーグランモール公園ってここに書いてありますが、マークイズという、デパートになります。商業施設です。なので、この周辺に住んでいる方々は、ここでお買い物をするということになります。ここに、えーマンションもありますよね。で、ここ、実は、横浜駅からだいぶ進んだところにあるんですが、また別の駅がここにあります。ここには、みなとみらい駅があります。で、みなとみらい駅の近くは、もう海があります。見てください。これ、海です。すごいですね。で、ここにもレインボーブリッジのような、え橋があります。で、ここが海になっていて、ここには大きな公園がありますね。そして、ここにはヘリポートがあります。ヘリコプターがここから飛び立っていくんですかね。何のためのヘリポートなんでしょうかね。ちょっと情報を見てみますか。みなとみらいのヘリポートということで、お、なんだこれ。もしかして、夜景が見えるんですかね。これもしかして、一般の方々も乗れるヘリコプターなんですかね。皆さんは今までの人生で、ヘリコプターに乗ったことありますか？私はないです。飛行機には乗ったことがあるんですけど、ヘリコプターには乗ったことがありませんね。今、こうやって見ると、ヘリコプターはここにはありません。今どこかに飛んでいってる最中なんでしょうか。そしてここには、バスがたくさん並んでます。これ一見すると観光バスですよね。観光客の方が利用するバスに見えます。ということは、ここまで観光客の方々がバスで来て、ここからヘリコプターで飛び立つということなんでしょうか。ちょっとよくわかりませんが、楽しそうな場所ですよね。はい。で、先ほど K アリーナという、コンサート会場を紹介しました。これですね。ただ、コンサート会場として利用される別の施設もあります。それがパシフィコ横浜という施設で、これです。このパシフィコ横浜もコンサート会場として、使われることが多いです。あとは、展示場なんかでもよく使われます。さて、そして、ここを見てみると、何やら特徴的な形の建物があります。何ですか、これは。まるでナイフで切った後のリンゴみたいな形をしてますよね。で、実はこれ、
ホテルです。この窓一つ一つがお部屋になります。で、横浜ではとても有名なホテルです。この右側からはですね、広大な海を見ることができます。このような景色です。おそらく夜はとても綺麗な景色が見えるんでしょうね。そして、こちら側の窓からは、また違った景色を見ることができます。どんな景色なのかと言いますと、ちょっとすいません。うまくお見せすることができなかったんですが、よいしょ。はい。今から見えてきます。はい。このような景色になってます。なんと、ここに観覧車があります。そして、向こう側には、横浜の、街が見えるようになってまして、とても綺麗な景色ですよね。ここに気づいた方がいるかもしれないんですが、ここに横浜コスモワールドという、遊園地があります。この横浜、先ほどオフィスビルとか、ホテルとか、コンサート会場とか、いろいろな建物があったと思うんですけど、なんと遊園地もあるんです。いや、本当にいろんなものがありますよね。で、この横浜コスモワールド、遊園地なのは、この部分だけではありません。この川を向かった、この川を渡った向こう側のこの部分も遊園地になっています。もう少し拡大して見てみましょう。はい。楽しそうなアトラクションがたくさんありますね。はい。ここがみなとみらい駅です。で、みなとみらい駅から出てくるとすぐそこに遊園地があります。はい。何やら楽しそうなアトラクションがたくさんありますけれど、どれがどんなアトラクションなのかというのはわかりません。でも、一つわかることは、これがメリーゴーランドということですかね。いやー、メリーゴーランドなんて長い間乗ってないな。メリーゴーランドって海外でも定番のアトラクションなんですかね。日本の遊園地だと、大体ほとんどの遊園地にこのメリーゴーランドがあると思います。あの、お馬さんに乗って、ぐるぐる回る、アトラクションですね。で、いろんなアトラクションがありますけれど、皆さんはどれに乗ってみたいですか？僕はどれに乗りたいかというと、やっぱり大きなジェットコースターですかね。こちら側にジェットコースターがあります。はい。今大きく、観覧車が映ってるんですけど、この観覧車を、取り囲むようにして、えージェットコースターが走っています。ただこれどういう形ですか？これは。レールがプールの中に突っ込んでるんですか？え、これ本当ですか？はい。ちょっと実際にレールがどのようにつながってるかについては、横浜に来て、確認してみてください。お、そして、この観覧車を見ると、この写真が、いつ撮られたものなのかっていうのがとてもわかりやすいですね。ここに10時30分っぷんって書いてあります。で、外が明るいので、おそらく午前の10時30分だと思います。今ちょっと疑問に思ったんですけど、Google Earth ってこの側面の写真をどうやって撮ってるんですか？知ってる人いますか？はい。衛星写真っ
って撮れるの上からの写真だけじゃないですか。どうやったらこのような側面の写真を撮れるんでしょうか。興味深いです。はい。いや、どうやって撮ってるんでしょう。気になりますよね。もしGoogle の社員の方がいたら、ぜひ、コメント欄に答えを載っけていただけるとありがたいです。はい。このように横浜の街を歩いていますけれども、今右に何か見えましたよ。はい。この白い棒なんでしょうか。そしてこの白い棒の横に何やら浮いてる物体がありますよね。これ何ですか？で、よく見てみると、この白い物体の横に、ほら、また同じ白い物体があります。これは何でしょうか？電波塔ですかね。でも電波塔ってこんなに低くないですよね。はい。実はですね、この白い物体は、ゴンドラのレールの一部になります。ゴンドラって何かご存知ですか？はい。ゴンドラはロープウェイのことです。はい。このように横浜にはなんとロープウェイがあります。見てください。ここにロープがありますよね。で、そのロープをこの箱が伝っていくことになります。こういうロープウェイって普通は山とかにありますよね。あとはスキー場とか。ただ、横浜には街の中にこうやってロープウェイがあります。で、このロープウェイ、結構値段が高いんですよね。確か900円ぐらいだった気がします。もっと高かったかな。僕の記憶では900円だったんですよ。なんで、このロープウェイができた時に乗ってみようかなと思ったんですけど、値段を見てやめました。で、これロープウェイができたの確か5年くらい前だった気がするんですよね。で、このロープウェイ、ここに駅があるんですが、どこに向かっているかというと、右側にあるこの桜木町駅、という駅につながっています。で、この桜木町駅はですね、JR の路線も走っているので、比較的大きな駅です。この桜木町駅の、右側が横浜駅になります。で、右にずっと行くと東京に着きます。なんで、この位置から、この位置から、ロープウェイを使って、この桜木町駅に行きたかったら、この道を歩けばいいわけです。なので、わざわざロープウェイに900円をかけて、乗る必要はありません。ただ、ロープウェイからはきっと綺麗な景色が見えるんだと思います。だから需要があるんだと思います。はい。ということで、このロープウェイ、ぜひ日本に来たら撮ってみてください。私はまだ撮ったことはありませんけどもね。いや、これ結構あると思うんですけど、日本人だと、日本の有名な観光名所に意外と行ったことがないっていうことが結構あると思います。いや、僕が昔すごいびっくりしたのは、スウェーデンに行った時に、オーロラを見たことがないスウェーデン人がたくさんいたんですよ。で、スウェーデンの人ってみんなオーロラを見たことがあるもんだと思ってたから、すごい驚いたのを覚えてますね。それと同じで、日本人は、近すぎるがゆえに、日本の有名な観光名所に行ったことがない人が、結構います。はい。これが先ほど紹介した観覧車でした。
そして、お、ここに何か見えます。大きな船着き場に見えますね。これは一体何でしょうか。似たような船がたくさんありますね。この上に見えてるのが全部緑色です。で、このようにヘリポートもついています。この船たちは一体何なんでしょう。しかも結構大きな船ですよね。実はここ、海上保安庁の船が集まる、場所になります。皆さん、海上保安庁って何か知ってますか？ここに書いてありますね。英語に訳すと、リージョナルコーストガードということで、え日本の海を守っている機関です。え日本の取り締まりを、日本の海での取り締まりを行う、いわば海の上の警察ですね。その、えー本部がというか、その基地がここにあるということになります。なんで、たくさんの船がここにあります。なんか、軍の基地みたいで、物々しい雰囲気ですよね。で、この海上保安庁の基地のすぐ上に、これまた特徴的な建物がありますよね。で、これは横浜赤レンガ倉庫っていう場所になります。へえ、これ何なんでしょうか。実はここ、とっても人気のスポットです。特にクリスマスに人気のスポットです。この横浜赤レンガ倉庫、クリスマスの時期になると、ここに大きなクリスマスツリーが飾られます。そして、このエリアで、大きめのクリスマスマーケットが開かれます。でね、もし、ヨーロッパに住んでいる方々がいたら、本当に申し訳ないんですけど、ここで開かれるクリスマスマーケットって、ヨーロッパのクリスマスマーケットと比べると本当に小さいんですよ。あの、日本もクリスマスの時期になると、クリスマスマーケットがたくさん開かれるんですよ。ただ、ヨーロッパのと比べるとだいぶ規模が小さいです。で、売っているものもそんなに豪華ではないです。はい。もう僕は昔、ヨーロッパに住んでたんですけど、初めてヨーロッパのクリスマスマーケットに行った時は本当にびっくりしましたね。いや、何もかもが本当に大きくて。で、特にドイツのクリスマスマーケットが大きかったのを覚えてます。ただ、すごい寒かったんですよね。で、この赤レンガ倉庫、だいぶ古い建物で、倉庫と書かれているだけあって、昔は倉庫として使われてました。はい。結構古い建物なんです。そうした古い建物がこうやって保全されている場所です。で、赤レンガ倉庫の周りは公園になっていて、土日はさっきのアンパンマンミュージアムと同じように結構多くの家族で賑わっています。そしてこの赤レンガ倉庫の横に大きな船がありますね。さっき話した海上保安庁の船がこれです。で、一番大きい船でこの大きさでした。ただ、こちらにある船はもっと大きいですね。いや、これ何階建てですか？ものすごい大きい船ですね。これは客船です。で、ここにアスカ2って書いてありますが、アスカ2という船です。リゾート船ですね。で、
こっからこういった船が、世界一周に行ったりだとかして、世界中の国々を回ります。なので、多分乗っているのはお金持ちの人ばかりですよね。はい。で、ここに見てみると、プールっぽいのが見えますね。いやー、なんだか楽しそうな施設ですね。僕はこんなに大きな船に多分乗ったことがないと思います。昔これよりもうちょっと小さい船で寝泊まりしたことはあると思いますけどもね。見てください。この船の脇にはこうやって小さい緊急用の船がたくさんありますね。いやー、すごい。いつか僕もこういった船に乗ってみたいです。皆さんはこんなに大きな船に今まで乗ったことありますか？でね、この隣にある船も相当大きいと思うんですけど、この船が大きすぎますね。で、これも客船なんですかね。なんか、さっきのアスカ2という船みたいに大きめのプールは見えませんけども、多分客船なんでしょうね。多分この仕切られてる一つ一つの窓が部屋なんじゃないかと予想します。真相はわからないですけど。はい。で、ここは桟橋になっているので、こうやって船が、船が、陸に接岸できるようになっています。お、ここにも何か見えました。ここら辺、船の種類が本当に多いですよね。で、ここにある船、なんとここには、軍の車両に見える車があります。これはきっと、海上自衛隊の船ですね。いやー、本当に様々な種類の船がありますね。これが海上保安庁の船。これが豪華客船。そしてこれが海上自衛隊の護衛艦ですね。いやー、かっこいいですね。護衛艦の横に護衛艦がついています。そして、ここにはヘリが飛べれるスペースがあります。で、ここには大きめのレーダーも見えますね。この大きなレーダーで、敵の船を探すんだと思います。ここに三菱倉庫と書いてありますね。で、三菱重工という会社が、日本の自衛隊向けにたくさんの武器を作っている会社なので、それが関係しているんですかね。うん。で、ここは一般の人が入れないエリアなんでしょうか。気になります。今度ここに行ったら、海上自衛隊の船があるかどうか確認していきたいと思います。はい。今こうやって、え海沿いをずっと見てきたんですが、この横浜の街は海沿いだけではありません。今、右下に何かが見えました。はい。ここに大きな野球場があります。で、この前のポッドキャストでも、東京ドームっていう野球場を紹介したんですけれど、ここにも野球場があります。で、日本って本当に野球が人気の国なんですよ。なので、こうして、野球場が街の中に結構な割合であります。はい。で、ここは横浜スタジアムという野球場になります。で、横浜スタジアムを本拠地としているプロ野球チームがあります。それが、横浜 DNA ベイスターズというプロ野球チームです。なので、えー
結構な頻度で、ここでプロ野球の試合が開催されています。で、確か僕の記憶だと、昔はこの席、この両側の席がなかったと思うんですよね。ただ、たくさん、集客するために、新しく追加した席だと思います。これ結構急で怖そうですよね。僕はもちろん、この横浜スタジアムに行ったことがあります。確か僕が座った席は確かここら辺とかだったんで、こんなに上の方に座ったことがないんですが、この位置とかに座るの怖そうですよね。はい。今度ね、この横浜スタジアムで、野球を見る機会があったら、ぜひ、えーこの上の方の席に座ってみたいなと思います。はい。さて、このように横浜の周辺を歩いていますが、ここに興味深い文字が見えました。何ですか？なんて書いてありましたか？この辺のエリアですね。よいしょ。今、このパソコンが 3D データの読み込みに頑張っています。はい。何やら、あちらこちらで中華風の建物が見えますね。で、このエリア、実は中華街です。えー中華系の、お店がたくさん集まっています。ぜひ、ぜひじゃなくて、まずここを見てみますか。このストリートビューという機能を使って、お店の中に入ってしまいました。皆さんに、この中華街がどのような様子なのか見せたいんですが、うまくいきますかね。あら、またお店に入っちゃいました。どうやったら、ここの道の様子を皆さんにお見せできますかね。あ、ここに、このマークをドロップすると、ほら、見えますか？ここ、日本なのかなって疑うぐらい、中国の雰囲気がすごいしますよね。こんな感じの通りが、このエリアには広がっています。おそらく、ここから見たらもっとわかりやすいかな。あら、またお店の中に入っちゃいました。横浜中華街の写真を見てみましょう。なんでこんなにお店の中に入っちゃうんだろう。ただ僕は横浜中華街の通りの様子を皆さんにお見せしたいだけなのに。はい。なんかさっきから、ちょっと、すいません。なんかさっきから何もうまくいかないんですけども。こうやって中華系の、お店がたくさんあって、中華街の様子がわかるんですけども、もっとね、中国っぽい景色が見えるんですよ、本当は。でもこうやって見てください。ほら、日本の和食のお店なんて一つもないですよね。売ってるのは全部中華料理ばっかです。ほら、面白いですよね。こんな感じで、中華街といって、中国系のお店が集まった、エリアっていうのは日本に、いくつかあります。で、この横浜もそのエリアの一つになります。で、これ写真いつ撮ったんですかね。あまり人がいませんね。でもね、この中華街というエリアは、
普段は特に休日だと本当にたくさんの人で溢れてます。で、中国人とか中華系の方々だけではなくて、日本人のお客さんがたくさんいるんですよ。で、このエリア本当に美味しいご飯がたくさん食べれる、美味しい、中華料理が、たくさん食べれるエリアになってるんで、日本人の観光客の人がたくさん来て、ここで、中華料理を楽しんでいます。ここはその中華街で中国系のお土産がたくさんあるんですけど、日本に、旅行してきた方にもお勧めできるエリアです。日本に来て中華料理を楽しむってどうなんだって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、あの、それでも本当に美味しいです。多分ですけど、中華料理の味付けも多分日本人に合うようにアレンジされてると思うんですよね。なんで本当に美味しい中華料理が、たくさん食べれます。特に日本人にとっては、本当に美味しいなって思える、料理がたくさんあるので、ぜひここに来てみてください。はい。ちょっと今、時計を確認したんですけど、1時間経ってました。このポッドキャストを始めて。わあ。いや、ちょっとあっという間ですね。すいません、今日、僕早口じゃなかったですか？すごい早口で話してしまったなぁと今思ってるんですけど、大丈夫でしたかね？このポッドキャストを聞いてくださっている方って、基本的に日本語を学習してる方が多いと思うんですよ。なので、僕もゆっくり話そうって心がけてるんですけど、たまにテンションが上がると早口で話してしまうんですよね。なんで、今日のポッドキャストが早口で聞き取りにくかったらごめんなさい。いや、本当に申し訳ないです。えー早口すぎて何言ってるかわからないと思われた方がいましたら、ぜひコメント欄にその旨を書いてください。書いてくださったら、私が次回のポッドキャストから、改善しようと思います。はい。ということで、本日は、東京の横にある都市の、横浜を巡りました。皆さん、楽しい時間過ごせたでしょうか？はい。また、次回のポッドキャストでもぜひよろしくお願いいたします。今日はこれで終わりにしようと思います。本日もポッドキャストを聞いてくださり、聞きに来てくださり、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、さようなら。